こんにちは、高弘です。今日は東京や大阪のように地下街が発展している都市での撮り方。地下にまず潜りましょう。そして地下から地上を見上げるような場所で撮ってみましょう。暑い時期におすすめのやり方です。暑い日差しの中で外で真正直にスナップしているとすぐにバテてしまいます。そんな時は涼しい地下街へ一回避難してください。これは先月の動画まず影を探せの回とも内容が似ています。地下というのはだいたい影になっています。その暗い影の中で地上から降り注ぐ光を狙うというのがセオリーとなります。まず狙うべきは地下から地上へ出る階段です。階段は高低差、地上からの光、そして階段自身の斜めのラインを利用できる非常に便利な撮影スポットです。こんな感じで普通の階段でもまずまずの写真になります。この写真のポイントは地上部分を全部隠しているところ。もう少し左に寄って撮ると地上の明るい部分が見えることが想像できると思います。でもその強いハイライトは隠して弱い光だけで画面を構成してやることでトーンが綺麗に出る写真になります。逆に強い光を入れるならこんな感じで入れる理由がはっきりある時です。地上の光がダイレクトに下の階段まで差し込んできて、それが光の点線を形成しています。この写真はもう人というよりもこの光の点線が主題みたいなもんですね。点線が消えるまで30分ちょっと、その間に誰かが通ってくれるのを待って撮った写真です。レンズは超広角レンズ、換算 13.5mm で撮っています。こういう階段は超広角レンズとの相性が良いです。こっちは階段のラインを強調した写真。手すりでジグザグのラインを出しつつ途中に丸い傘でポイントを作ってみました。これも教科書通りといえば教科書通りで特にすごいことをやっているわけではないのですが、まずまずの出来です。こちらは 21mm です。同じ手すりを利用したショットですがちょっと意外性がある写真がこれ。手前に手すりのハイライト、それが一回左に行き、ここでグイッと曲がって人物へと誘導していく動きになっています。これは見てわかるように超広角レンズで撮るときはこういう風にいろいろ周りのラインを利用しながら撮るのがコツです。冒頭で地下から地上を見上げると言いましたが、そんなに真上を見上げるという感じではありません。角度的には30度とか15度とか、ほんのちょっとだけ上に目線が行くくらいの角度がちょうどいいかなと思います。あと階段でカメラを構えるときは不審者と間違えられる危険もあるので、そこは注意してください。次に行きましょう。次は地下通路です。地下鉄の乗り換えなどで通る地下通路は長い直線的な通路になっていることがあり、良い撮影スポットになります。ここでは外からの光がないので、その空間の美しさだけで勝負するということになります。これは西新宿の地下ですね。地下ならではのミニマルな空間が堪能できます。こっちは大阪中之島駅の地下通路。ちょっと前に8番出口というゲームが人気になりましたが、あの世界観を体験できる駅が東京や大阪にはいくつかあります。こちらはスカイツリーで有名な押上駅の地下通路。みんなスカイツリーに行って撮りますけど、その地下にこんなにすごい世界が広がっているなんて知らないですよね。地下は知っているようでまだまだ知らない場所がたくさんあります。あとよくあるパターンとしては配管を見せる写真。地下通路といえば配管でしょうっていう人もいるぐらい配管好きな人も多いです。地下トンネルみたいな場所でも撮れます。長い直線の先に人物を配置しただけなので構図としては平凡というかよくあるパターンです。でも
初心者にはこういうショットをしっかり決めるのも難しいはずです。ここから始めてみるのもいいでしょう。これは銀座の地下街。ここは本当はもっと暗い場所ですが、編集で明るくしてみました。地下街というと飲食店が並んでいる地下の商業エリアを思い浮かべる人も多いと思いますが、実はそこはあまり面白くありません。今日見てもらったように地下の無機質な空間を利用して撮るというのをまずは基本として覚えておいてください。特に前半紹介したように階段で地上から入る光を利用するやり方はぜひ試してほしいです。曇りや雨の日でも行きます。暑い日でも寒い日でも OK です。もう一回重要なポイントを言っておきます。階段の出口を全部入れないこと。ハイライトの面積を最小限に抑えることで柔らかい光の回調を捉えることができます。具体的な場所は大阪だと、梅田の南西側、西梅田からヒルトン大阪にかけての地下エリアが素晴らしいです。東京は広すぎて一つに絞れませんが、東京駅から銀座まで地下でつながっているので、まずはそこを全部歩いてみるのもいいかなと思います。あと必要なのは広角レンズですね。僕はいつものように 13.5mm を使っています。最低でも 21mm ぐらい、できれば13から 16mm くらいのレンズは持っておきたいです。暑い日差しを避けて地下でのストリート写真、挑戦してみてください。それではまた。